はい、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回もですね、将棋ウォーズで実況、解説、対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けでやっていきます。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。じゃあ7六歩に行きましょう。で、2六歩でね、居飛車前でいきます。で、4八銀。どうなんでしょう、3八2銀でね、振り飛車っぽいですけれども、最近はね、ここから雁木戦もあるのでね、まだ振り飛車とは断定できないという感じです。で、これでね、4二飛車で、なんていうんですかね、こう角道を止めた形の昔からある振り飛車戦になりました。さあ、じゃあどうしましょうかね。今7二玉だったんでね、まだ穴熊か美濃囲いかわからない船囲い状況ですね。じゃあ私は船囲いで、さあで、じゃあ端歩をついて、穴熊にするかどうか聞いてみますか。これでね、端歩受けましたね。どうしますかね。なんかいろんな指し方をね、皆さんに見ていただきたいんで、5七銀と上がって、ちょっとね、持久戦模様ですけれども、で7二銀ですか。急戦する手もエルモ囲いという手もありますし、穴熊もありますしね。どうするのがいいかな。じゃあ穴熊にしますかね。穴熊戦はね、どうしてもやっぱ人気があるので、こう横を寄ってね、穴熊を目指します。端を受けてから穴熊を目指すのがちょっとね、した工夫というかね、なります。で、今ね、こう2五歩をいつでもつけるんですけれども、つかないでおけばね、4五歩と突かれる形がね、今角向かい合ってないので、で7三桂にはじゃあ6五歩ついて、で相手の方はじっくりね、穴熊に対して速攻かけるというよりは、どちらかというとじっくり駒組みをして、駒組み勝ちというかね、穴熊に対しても負けない、こう今銀冠目指されてますけど、銀冠目指すことで、穴熊に負けないね、堅い囲いをね目指しているという感じですね。私はじゃあ5九角と引いて、で7二金ですか。難しいですね。私の方もどう組むか。6七金にしますか。で4五歩で1六歩。これ1四歩と受けるでしょうね。さあこれで3七歩か。でじっくりとした将棋になりましたね。で4三銀。どうしましょう。金を寄って、させてもあるし、上がってさせても上がっていますか。これでさらに6八銀からね固める含みもあります。これは角の頭をねもしかしたら狙うってですね。どうなってるの。これは3五歩同歩4四角という手を一応狙ってますね。6八銀です。3五歩同歩4四角という手を一応狙ってるんで、ただ2四歩とつけるのでどうだろう。銀引いてみますか。思い切ってね。これはちょっと危険かもしれない。3五歩を狙ってる感じがあるので、飛車を寄ってね、こう飛車を動かしてきたときは飛車の先をねやっぱ攻めてくる可能性があるので、4四銀でしたね。3五歩という含みを残しつつ、さらに角頭に圧力をかけてこられました。2六角と上がって受けてみますかね。3五歩とやっぱり角頭を狙われそうなんで、逆に角を上がって受けつつこの銀を牽制してというね感じです。でじゃあ7九銀。これね松尾流穴熊と言われる、松尾歩夢ね八段が愛用されて、好成績を残しているという形ですね。めちゃめちゃ硬い囲いです。で、5五歩。じゃあ、3七桂とでね、ここまで組めたんでね、あとはもう攻撃がうまくいくかどうかという将棋です。ただ、相手の方の銀冠も非常に硬い囲いなので、この辺は形勢が互角でしょうね。飛車ですか。これはでもバンバンいっちゃいますかね、2四歩ついて。これちょっとチャンスが来てるかもしれないですね。これね、もうバサッといく手があるんじゃないですかね。これね、荒いんですけど、穴熊特有の、本来ね、こういう手はあまりいい手じゃないんです。いい手じゃないとね、すぐ大も切っちゃうのね。ただ、これ銀打てるんでね、銀打ちがね、割り打ちの銀。今、飛車寄る手もありました。ただ、銀打ちがね、きついですね。金が剥がせて、こういうね、手をね、いわゆるゼロ手で駒を剥がすっていうんですけれども、今ね、これで飛車寄って、そうですね、今銀を手にした銀で受けてきたんですけど、角を取っちゃって、で金ベタっと打って攻めてきますね。これね、今銀を割り打ちして、
試合こうね手順にこう銀冠をね薄くできたんですよね。それが非常にポイントの高いところで、今銀引きましたね。金飛ぶと銀引くってことですかね。ちょっと考えないといけないかな。桂飛ぶ銀引く、このボトっとく手もありますね。ちょっとこう打つ手もある。桂飛ぶ銀引く角打つ、あ、そっちの方がいいかな。桂を飛んで、まあね、4二銀か、まあ3銀なら5三桂なんです。4二銀かなと思うんですけど、あ、そちらですとね、桂になる手が一応あります。4二銀だと4一角と打とうというね、狙いでした。で、まあ、桂を打ちまして、これは優勢になりましたね。はい。で、飛車を回って、まあ、これね、成桂が食いついて、穴熊硬いでね、完全な穴熊の勝ちパターンの形です。これはどうすればいいかな。まあ、いろいろあるところですね。7分。かな。そうですね。まあ、成桂来てるので、6二角か。まあ、6一角が一番いいですかね。ここはね、難しいです。まあ、いろんな手があるところですね。5一角とかもあったところですね。これは銀取りと、まあ、8三の銀も狙ってということです。この展開がね、穴熊をやられる、愛用される方にはね、まあ、一番、なんていうんですかね、まあ、嬉しい展開というかね、まあ、穴熊をされる方は、この展開が一番、まあ、指していってね、一番楽というかね。これはね、玉で取った角を成って上から攻めようということです。まあ、これいろいろあるところですね。玉が逃げれば7三成桂で、桂が取れます。で、同玉でも7三成桂か8三角成か、いずれもこう駒をね、まあ、この先は駒を得できそうな、駒を得して攻めれそうな感じですね。はい。そうですね、ちょっと重宝されてますが、ここはね、まあ、こういう展開になると辛いですよね。穴馬はもう、なんていうんですかね、こう嫌味、ね、王様がもしかしたら詰むかもしれないとか、まあ、王様がこう、ね、危ないかもとかいうね、心配をしないで攻めれるんで、逆に言うとね、受ける側からすると楽しみがね、こう、あんまりないんですよね。こうもしかしたら相手の王様をね、まあ、頓死とか、まあ、こう、まあね、大手なんとか取りとかね、そういう逆転の技が効きにくいんですよね。これだけ硬くなってしまう。この硬さですとね、もう大手すらかかんないですから、まあ、それ王様逃げたんですけど、まあこれはね、こう成桂を追って、こう桂を取ってね、こう駒得しながらの攻めなんでね、ちょっとこれは体勢消しましたがね、これがね、穴熊の怖いところなんですよね。特別なんていうんですかね、相手の方が悪い手を指したわけではないんですけれども、こう、まあ俗に言う硬さの暴力じゃないですけれども、硬い王様ね、硬いことによってまあねペースを握らせずに一気に押し切れるというね、これちょっと詰み筋に入りましたね。はい、ありがとうございました。発揮だね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズの実践編の方をお届けいたしました。居飛車穴熊でね、四間飛車と対抗したんですけれどもね、途中から攻めをうまくつないでね、居飛車穴熊の解消という将棋になったんですけれども、まあ、こちらの将棋のね、詳しい解説の方はね、解説編という風にね、動画を分けてお届けいたしますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみください。はい、この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひ、チャンネル登録の方もぜひぜひお待ちしております。それではまた、さようなら。